掛け軸のこの表具の切れがありまして、でその中に本紙と言われるこの鑑賞の対象があるわけですけれども、見てもらうと、横方向にかなり折れ傷がたくさんあるっていうことが、この本紙の場合は問題です。で掛け軸というのは、使わない時はこうこうやって巻いて片付けておきます。で使う時だけこう広げるっていうことですので、この本紙の表面が光にも当たらないし、非常にこうものを次の世代に伝えるっていう意味ではすごく、効果的な構造を持ってるんですけども、その分巻くっていう作業で、あまりうまく巻かないとこう折れてしまったりっていう損傷が出るわけです。それとかあとはカビが生えたりとか、虫が食べて穴が開いたりとか、そういう損傷が出ますので、そういう時に、修理をするっていう必要が出ます。でこの本紙の場合は、修理が今必要な状態にあるということですね。特にこの横にこうボキボキと折れているようなものが、修理の対象になります。で、掛け軸というのはこういうふうに薄いものなんですけれども、この中に、何枚もこう紙で裏打ちがされていて、かける時はまっすぐに、で収納する時は柔らかく巻き上げるっていう2つの機能を果たせるように、作ってあります。で、それをこう実現しているのが主に裏打ち紙なわけですけれども、修理の時にはこのだいたい3層から4層ある和紙の裏打ち紙を全部取り替えるというのが、理想的な修理であると考えられています。裏打ち紙というのはまず第1層目が肌裏紙という名前です。第2層目が真し裏紙、第3層目が中裏紙、第4層目が総裏紙というふうに、一般的にはだいたいこの4層ぐらいで掛け軸の裏打ち紙は出来上がっていると言われています。でもそれぞれが和紙と言ってしまうと一種類のようですけれども、それぞれの層は異なった機能を持つ和紙を使っています。第1層目は、薄美濃紙と言われる、楮という植物の繊維 100% ですかれた、紙です。で第2層目第3層目に使う、紙はミス紙という紙です。これは楮 100% にあとは、貝殻のを細かく砕いた胡粉と言われる、日本画の絵の具なんかにも使うような、胡粉をすき込んだものですね。で最後の第4層目の総裏紙に使うものが宇田紙という紙で、これも楮の繊維でできていますけれども、その中に、白土ですね、非常にきめの細かな白い土をすき込んであります。白土をすき込んだりとか、あと胡粉を一緒にすくことによって、光の透け止めですね、掛け軸になった時に、この透けてしまうと困りますので、光の透け止めをするっていうことと、それから特にミス紙については非常に柔らかい、手触りが柔らかい紙ですので、しっかりとかけた時にはしっかりまっすぐかかるように張力を保ちながらも、巻く時には硬くなっては折れてしまうので、柔らかく巻き上げられるような非常に手触りの柔らかい紙を使うというように、それぞれが異なった機能を持っている紙が4枚裏打ちされているのが一般的な掛け軸です。でそれに使う接着剤も、伝統的な技術の中では小麦のでんぷんを約1時間ほど加熱して作った糊を使います。
接着はしっかりとこう5本紙の裏側からしっかりしてあげないと、守ることが5本紙自体を守ることができないんですけれども、あまりしっかりと接着していると硬くなるので今度は折れてしまいます。ですのででんぷんのりも第1層目に使うものは非常に接着力の強いもの、第2層目以降は接着力の弱いものを使います。接着力の強いものは加熱をして一晩熱を取った新のり、新しいのりと書くものを使います。第2層目以降は、接着力が弱くなったのりを使います。これは、その新のりを甕の中に入れて約10年ほど熟成させて、接着力が低下したものを使います。でこれを古のりというんですけれども、それとミス紙、宇田紙の柔らかい紙を使って掛け軸を巻いたり開いたり、開いた時にはまっすぐ、巻く時には柔らかくっていう2つの機能が果たせるようになってます。どういうところが慎重にされてるんですか？まずムラなくするのと、紙を傷めないようにしてもらうのが大事ですね。紙を傷めないようにするのにどういうところに気をつけてられますか？刷毛のあたりですね、力強く押さえつけてやると紙も繊維が崩れて弱くなってきますので、そのあたりですね。簡単そうにやってるんですけど、難しそう。文化財の修理の場合も、最近は X 線を使ったりとか顕微鏡で繊維の分析をしたり、損傷の原因をきっちりと突き止めて今後損傷が起きにくいように保存性を高めるというのが文化財の修理の大事なところなわけですけれども、やはり掛け軸なら掛け軸、屏風、襖とかそれぞれの適正というかこう5本紙を見せる上で一番適した形、そのために作られているものですから、それを作っていくためには、そういう近代的な機械を使って、分析をした後に伝統的な材料を使って、組み立てていくということになるわけです。で接着剤も今いろいろと新しい接着剤っていうのは工業的に作られていますし、紙も新しい紙がどんどん工業的に作られていますけれども、文化財の修理の現場では全て伝統的に1世紀2世紀以上前から同じように作られている、同じ材料のものを同じ材料を使って同じ技術で伝統的に作られたものが文化財を仕上げていく材料としては適しているというふうに考えられています。ですので我々も文化財を修理する部分では非常に近代的な技術を使ったり道具を使ったりということはありますけれども、最後の後半の文化財の修理の後半の掛け軸とか襖とかいろいろな形に仕上げていく部分というのは伝統的な道具と技術を使って、伝統的な材料を投入しながら仕上げていくということになります。で新しいものはたくさんありますけれども、100年後200年後にそういったものがどういうふうに変化をしたり劣化をしていくかというのはなかなかに、はっきりとわからないところがありますから、伝統的なものは100年前にも同じものが使われています。200年前にも同じものが使われていた形跡とかも確認できますから、その安全性っていうのは
その時間の長さが証明していますから、やはり伝統的な材料を使うということは文化財の修理を安全に行って次の世代に手渡すっていう意味では非常に重要なことだと思います。